はい、大志田の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星の説明とタロットリーディングでさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。はい。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード2の逆、節制逆、カップ10、そしてソードの7逆、ワールド逆、フール、ソードナイト。はい、気をつけることや対策はソードエース、ワンド9の逆、そしてオラクルはペンタクルスキングです。おめでとうございます。ちょっと先に星の説明をさせていただきたいですが、この11月後半から何かがやはり大きく変わり始めるっていうことを感じる方が多いんじゃないかと思います。11月後半の中ではね、11月16日が満月になります。で、この満月っていうのは牡牛座で起こる満月なので、牡牛座の皆さんはもうビシバシといろんなことを感じるかもしれませんね。一般的にはね、この11月16日の満月は非常に落ち着いていくとか、物質的な豊かさをしっかりと感じていくとか、自分の体もどっしりしていくみたいな、とっても落ち着いたエネルギーなんです。ただこの時深いところではね、深いところではですよ、自分の中で何かカチッと音がするみたいな、タイミングが揃うみたいなことがあり、やっぱりそうだみたいな、今までいろいろ考えていたり、ああでもないこうでもないって思っていたけども、やっぱりこうなんだみたいなね、何か答えが出る気がするんです。やっぱりこうする、次はこうするみたいな、来年以降の計画がもう自分の中で答えとして出たりとか、もうやること決まってるんだけど、それに対して自分がごちゃごちゃと思考で理屈とか理由とか考えていたけど、もう覚悟が決まりましたみたいになるかもしれません。なのでとてもいい、これは精神的な気づきやきっかけのタイミングになると思うんです。16日がね。でその後ですね、決めたら早いというか、決めたら豊かっていう感じがあって、流れがスムーズです。そしてやはり11月20日が冥王星が水亀座に入るということで、これはもう本当に大志座の皆さんは今年もね、この9月までの流れも結構いろいろ動きはあったと思うんですね。大きく広がったと思うんですけど、いよいよ本格的にこの今年の11月20日から自分の世界が変わるねっていうことで、何かが大きく変わり始めます。具体的にはもう例えばですけど、仕事を変えるとか、その住む場所が変わるとか、何か環境的なね変更っていうのが起こる人が多いんじゃないかなって思います。はい、そして11月22日までっていうのはパートナーシップにすごく光が入っているので、もし誰かと向き合いたいんだとか、ちゃんと話をしておきたいんだとか、契約内容を見直したいんだという方は11月22日までにそうやって向き合ってみられるといいんじゃないかと思いますよ。でその後ですね、26日以降が12月16日までちょっと水星の逆行っていうのがあるので、少しね情報が混沌としやすかったり、うまく伝わりにくいっていうのがあるので、できたら早めに交渉とか打ち合わせとか大事な決め事っていうのはしておく方がいいのかなと思いました。そしてそれを踏まえた上でのタロットカードなんですけども、やはりカードで見るとまだ今のところはね、いろんな可能性を感じているっていう感じ。自分が今までやっとゆっくりとここまで来れたっていうものをもう少し固めていきたいのに、なんだかまた違う状況が来たり、違うものが来て、どうしようみたいな、それに対する戸惑いっていうのが少し出てますね。でもこの戸惑いというか揺さぶられっていうのはすごく実は大きな成長なんだと思います。何にも考えずにねやっていくのではなく、やはり自分の中でここまで精一杯やってきたんだという思いがあるからこそ、変化していくということに対しても躊躇する。その変化することがいいことだって分かってたとしても、やっぱり名残惜しいとか、今までのことも別にダメなわけじゃないし、その大事にしたいしっていうところで葛藤するんだなと思うので、これはとてもいい成長なんだなと思います。自分の成長を感じてるからこそ感じる葛藤なんだろうなっていうふうに思います。そして、今現在はですね、やはりもうやること決まってるっていうか、もう進む道とか分かってるみたいな感じがあります。でそこに至る前に
何かやっぱり大きな精神的気づきがあったのかなと思いますね。これは家族のことだったり仕事のことだったり、とても大きなことだと思います。そのちょこっとしたことじゃなくて、自分の人生にとってすごく大事なこと、それに対しての大きなヒントや安心感や何かメッセージっていうものがあったからこそ、今の大志田の皆さんはこう新しく進んでいくっていうことにちゃんと舵を切れてるんだなっていう感じがします。ただね、本当にそれを自分が意図的に分かりました、変わりますみたいなして変われる人はもうすごい準備ができてるって感じで、怖くても言ってねって感じなんですけど、いやいやいや待ってって変わりたくないんですけどっていう方は、もしかしたら宇宙が皆さんの意思確認をする前に、いやいや変わった方がいいよっていうことで、もしかしたら変更を促してくるかもしれません。それがもし突然の話だったりとかすると、みたいなね、こう晴天の霹靂とか、そんな新しい世界今なんかわからないみたいな、これまでこう何十年ってこれをやってきたのに、それ全く違う畑仕事のことするなんて想像できないとか、なんだかそういうちょっと戸惑いっていうのもあるかもしれませんが、それは単にわからないからこそ戸惑うだけであって、でも本当は深いところでは違う世界ももしかしたらありかなって思ってたと思うんですね。それを宇宙が用意してくれてるんだよっていうふうに思ってください。そうするともっと自由になれるんですね。いわゆる恐怖というものよりも未知に対しての期待の方が強くなるっていうのがカードが出てることなんです。なので一瞬はね、こう表面的なこととか、これまで築き上げてきたものとか、これまで生きてきた世界とはちょっと違う世界が見え始めるので、それに対してちょっと戸惑うんだろうなと思います。で、ある人はもうワクワクしかないみたいな、期待しかないっていう人もいるでしょうし、ある人はもう投げやりで、もうわからない、もうなるようになるでしょみたいな、もうどっちかというと開き直りの方もいらっしゃるかもしれないし、何も考えられないという方もいらっしゃるかもしれないですけれども、大丈夫です。どんな状態であったとしても必ず宇宙は救い上げるって感じがするんですね。でまだ11月後半になって始まったところなわけです。なので、ここから徐々にまた馴染んでくるんですけど、やっぱり年内までに何かをやっておかなくちゃみたいな感じで、ちょっとこう急ぎ足でやり始めますね。急に一瞬止まるんですけど、そこからエンジンかけていくって感じになりそうですね。例えばですよ、こうお仕事変わろうかなと思ってらっしゃる方にとっては、もう年内に次を見つけておきたいみたいな感覚で、実際はまだ今のとこ職場にいるけれども、もう年内から動き始めて、調べ始めてとか応募し始めたみたいな、そういった流れのような雰囲気です。これを皆さんの生活に当てはめてね、考えてみてくださいね。仕事だけじゃなくて、例えばその今いる環境、その住んでる場所だったり、関係性とか、その中に置き換えてみた時に、何かが変わろうとしてるんだ、変わることをうちは促してくれてるんだっていう感じ。そして対策のところでもソードのエースにワンドの9ということで、自分の力で切り開いていこうとしてるって感じがすごく出ています。そしてまだワンドの9ですけれども、ワンドの9っていうのはこう準備をね、一生懸命していくっていうカードでもあるんですね。なので準備していくんだなっていう感じが出てます。そのために急いでいるみたいな、急いで頑張ってやっているみたいな感じもあります。でも最終的に言われているのがやっぱりペンタクルズのキングなので、これまでやってきたことが失われるわけじゃないんですよっていうふうに言われてるんですね。そしてこれまでやってきたことがあるからこそ新しい椅子に座れるんですよみたいな、新しい景色が見えるんですよっていうふうに言われているので、決してその大下の皆さんの尊厳とか誇りとかを全く汚されてないし、むしろプラスだし、いろんなシチュエーションでね、状況の中で生きてらっしゃると思いますけど、皆さんそれぞれに新しいね、景色を見ていくんだっていう感じ。でもこれ全く怖いことじゃないと思います。なぜならば今年の9月までも十分その可能性っていうのは考えてきたりとか感じていたからだと思うんですよね。そしてちょっと話それますが、前回の動画で11月の4日から火星が獅子座に入るということで、何かこう内側からね燃えてくる思いがあるよっていうふうに言ったんですけど、この情熱っていうのは実は2025年の6月まであるんですね。7ヶ月もかけて何か自分の基盤を作っていくっていうことで、途中もちろん逆行したりはしますが、ずっとこう燃え続けてるわけです。自分の何か人生を作っていくためのその土台をしっかりやろうみたいなものがあるので、とても力強いんですね。いいと思います。表面的にはもしかしたらその金銭的なことをちょっと心配したりとかはしてると思いますけど、全然そんなことは
気にしないでくださいって感じで、っていうのは何とかしようと思えば何とかなるわけです。で、星の流れで見てももう来年の6月ぐらいまでっていうのはお金のこともしっかりちゃんと宇宙は用意してますからみたいな時で、要するにただただあぶく銭として入るだけじゃないんですよね。そんなことしてたらそのあぶく銭が入らなくなった後どうすんのっていう感じじゃないですか。じゃなくて自分の力で稼いでいけるよとか、自分の力で状況って作っていけるんだよっていうことをこっから半年かけて体験させてもらえるわけですよね。なんかその始まり11月末から来たねっていう感じなので、表面的なこう変わっていくことへの恐れなんてもう喜びに比べたら、これから未知の、ね、出来事に比べたら大丈夫だよって言いたいっていうことなんです。これを踏まえた上で、ちょっとお仕事のこと見てみましょうか。ワンドのプリンス、運命の輪、鳳凰ということでいいですね。もうまさに今からその扉が開かれようとしているみたいな、それは本当にその大牛座の皆さんのそのエッセンスを使ってやることみたいです。ここから末永くやっていくことです。それは自分のバイタリティを使ってということで、もう3つ揃ったみたいな感じがあるので、とても力強いです。なのでもし仕事での変更がある方、例えば転勤があるとか違うプロジェクト任されるとか転職しようと思っていらっしゃる方はもうぴったりっていう感じですね。で、そうじゃなかったとしてももうバイト辞めようかなとか、なんかそういうのもすごくいいんだと思います。いいタイミングなんだと思います。その時に忘れないでほしいのが、自分の力で自分の人生の土台を作っていける、その経験を今してるとこだよっていうことなので、ちゃんと扉は開かれるよっていう感じがしました。もう本当仕事のことは心配しないでっていう感じですね。自分の情熱さえあればどこでも行けるっていうか何でもできるっていう感じなので、おそらく条件とかそういったものをすごく気にしてらっしゃると思うんですけど、条件も比較的いいもの出てきそうなんですよね。それを踏まえた上でちょっと人間関係見てみましょうか。ペンタクスの2、カップ6、カップ9ということでいいですね。人には本当に恵まれますね。ご自身でもねうまくやってると思いますよ。いろんな方との付き合いを、その仕事だけとかじゃなくて仕事の付き合いもあるしプライベートの付き合いもあるしみたいな、そういういろんなその時その時の関係性っていうものをちゃんとつないでいけてますよっていう感じで言われてます。自分ではちょっと気を使っていてヒヤヒヤだったりとか、大丈夫かな、変に思われてないかなとか思うかもしれませんが、十分に大牛座の皆さんの優しさを相手にちゃんと伝わってますって感じで出てるんですね。そして人間関係を通してストレスを感じるというよりはむしろ喜びを感じることの方が多い、もう断然多いので、怖がらずに人と関わってみてください。そして自分が思ってることや本当に感じてるってことをシェアしてみてください、相手に。そしたら本当思いのほかめちゃくちゃ嬉しい気持ちになると思います。めちゃくちゃ嬉しい気持ちになると思うので、恐れずにシェアしてみてください。こんなこと思ってるよとかもそうだし、はい、それを最後にねちょっともう一枚引いてみましょう。オラクルカード、大牛座の皆さん、はい、コンシャスステップというカードが出ました。このカードの出現率高いんですけどねなんだか、はい、いかがでしょうか。このカードを見て何か感じることがあれば皆さんもね自分の直感を使ってメッセージを受け取ってみてくださいね。まさに意識的に一歩を踏み出しましょうって言われてる感じがしますね。十分自分が望んでいることに対しての一歩を今踏み出す時ですよって感じで、はい、ということでぜひ頑張ってください。また次回すぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメントやいいねボタンもしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。失礼します。